ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介するアイテムはこちらのミニトートになります。こんな感じでバイカラーで仕上げてみました。ここ畳まちになっていて、1枚布で仕上がる仕立て方で紹介をしていきます。こちらは1月の大阪のワークショップの際に受講生様に先行して動画の方を配信させていただいておりました。今回はですね、視聴者様にもシェアしたくて動画公開させていただくことになりましたので、よかったら一緒に作ってみてください。それでは準備するパーツの紹介になります。それぞれのサイズは次の画面で紹介しますので、こちらでは素材の紹介をしていきます。今回こちらはですね、小さい方はポケットパーツになります。そしてこちらのメインの本体の生地は綿麻キャンバスになります。結構肉厚でしっかりした素材になってます。一緒に合わせるのがオックスの生地になります。今回はこんな感じでバイカラーに合わせてみました。こんな風に生地を変える場合はですね、厚みを揃えた状態で仕上げていかれることをおすすめします。今回はこちらのオックスの生地からポケットを切ってこちらに使用します。今回使用するのはこちらの定規になります。製図もあるんですけれども、この定規があれば作りやすくなりますので、是非お手元にある方は使ってみてください。そして、立ちばさみを使用します。こちらはソーラインの立ちばさみになります。印をつけるときに今回使用するのはデュオマーカーといって焦げ茶色で線が引けます。そしてこれが消しペンになります。それではアクセントに使う細かいパーツの紹介になります。こちらがポケットに使うタブになります。そしてこちらは本体正面に使用する革タブになります。一緒に使う D カンと中華締めになります。中華締めは足の長さが 7.5mm のタイプを使用しています。革の厚みに合わせて足の長さも調整してみてください。それではこちらの定規を使って裁断する方法を紹介していきます。生地方向を見て上になる方向とこの上下を確認します。今回こちらの鳥がいますので、こちらを下側にしてこちらを上にしようと思います。で、柄が決まったらまず生地を2つにします。そして端を1回揃えましょう。まずここから15センチのところに印をつけましょう。ここがカーブのこの底辺のところの底のところになります。そうしたら今度はこの輪から6センチのところに印をつけます。15センチのところまっすぐにだいたいこの6センチになるあたりに縦の線を引きます。ちょっと長めに引いておきましょう。そうしたら今度はこの6センチのところに定規を合わせて、今度は長めに線を引きましょう。で、反対も長めに線を引きます。そしたらこの R5 のカーブを、この定規でいうとこの黒い線が布と平行になるように、あとここの太い線がこのカッティングマットのところと線と交わるようにすると定規がまっすぐになっていることになりますので、この状態で合わせてここのカーブのところを描いていきます。ちょっと周囲を待ち針で留めたところです。そしたら面を変えて同じようにしてカッティングマットの角に揃えます。そしたら今度は上から14センチのところに印をつけましょう。そして上の端から4センチのところに印をつけましょう。同じようにして長い線を描いていきます。今度は R4、4センチのカーブをここに描いていきますので、先ほどのようにカーブを描きます。周囲を待ち針でしっかり留めてから線のところをカットしていきましょう。そしたら同じようにしてもう1枚の生地も裁断しておきます。まずは中央の合い印を入れます。そこだけに V の合い印を入れていきます。
まず生地を2つ折りにして折り目をつけずに反対側を輪にします。こんな感じです。ここがちょうど中央になりますので、指でつまんだらハサミで横2ミリ縦3ミリぐらいで斜めにカットします。ちょっと鋭角な部位をイメージしてカットしてください。そうするとこんな感じにカットできます。同じようにしてもう1枚も中央に合い印を入れます。ここでつけた合い印、この2枚がこう重なり合うような感じになりますので、できるだけ同じ形の部位ができるように心がけてください。それではこちらの前面になる方の生地にポケットをつけますので、そのつけ位置を書いていきます。まずこちらの中央の今ちょっと折り目が入っているんですけれども、そこから上から6.5センチのところに印をつけていきます。今度は自然に消えるペンを使います。こちらもソーラインの紫に見えるペンになります。中央のところにまず印を入れておきましょう。まっすぐな線で大丈夫です。6.5センチに印をつけます。印をつけたら横に線を描いていきます。だいたい2センチぐらいの線を引きましょう。そして上からも線を引いてこう10の数字を書いていきます。今度はこの横からですね、上から今度は取れないので横から長く取っていきます。この定規もちょっとギリギリになるんですけれども、この横の線に合わせて平行になるようにポケットがだいたい13センチになるんですけれども、それを目安にして横に少し長めの線を引いておきます。反対側も同じようにします。水平に線が引けるようにしてください。斜めに引かないように気をつけてください。で、今回こちらはですね、自然に消えるペンで描いてますので、この後ポケットを作っていくんですけど、その間にこのペンの色が消えてしまう場合があるんですね。その場合はまた後で書き足していくようになります。お好みでこういうタブなどをご準備ください。こちらを2つ折りにして、だいたい2センチから2.5センチぐらいのところに仮留めをします。そうしたらここの部分を端から5ミリで縫います。タブに針を刺したら上糸をちょっと引っ張ります。引っ張ったらこの押さえのところでしっかりとこう踏ませてあげます。返し縫いからスタートします。縫い終えたら余分な糸はカットしておきましょう。そしたらこのまま続けて作業をしていきます。反対側の生地を重ねて中表にします。そしたら端から端までを1センチ縫います。そして1センチ縫う時にですね、こういう風に針基板のところに10、15とか20とかって数字が書いてあるんですね。で、それを目安にするのもいいんですけれども、ちょっと見づらいなっていう時はマスキングテープを使うとすごく便利です。10センチぐらいあるといいと思います。針基板の線のところからまっすぐ自分の体の方に向かって貼ります。そうするとここまでガイドが伸びたような感じになります。そこに合わせて布の端をマスキングテープの端に合わせていきます。最初は返し縫いからスタートしますので、この今一番最初に刺さってる待ち針の位置に針をまず刺しましょう。で、刺したら上糸ちょっと引っ張ります。そして待ち針を最初の待ち針を抜きます。そして押さえを下げます。ここから返し縫いをしてスタートしていきます。で、返し縫いは布から針が落ちたところで返し縫いをします。はい、縫い終えたところです。そうなると縫い始めと縫い終わりがどうなってるかっていうとですね、今ここが縫い始めのとこですね。裏面にすると上糸を引っ張って縫ったことで綺麗な仕上がりになっています。そして縫い終わりのところも布を包むようにして針を落としたためにこんな感じで布がくるまれたような感じの仕上がりになります。こんな感じでちょっと意識しながら縫ってみてください。
そうしたら表に返していきます。一回表に返して折り目だけつけておきます。こんな感じでしっかり倒したらもう一度裏にします。裏にすると縫い代がもう立ち上がってますので、そこにこの端のところを揃えていきます。こんな感じで蛇腹に折りましょう。折ったら待ち針で留めます。はい、そしてこのまま縫ってしまうとこのままで終わってしまいますので、表に返すために返し口というのを残します。返し口は今ここにタグがあるんですけれども、このタグがあるところのだいたい4センチぐらいあればしっかり返ってきますので、この輪のところから4センチのところに印をつけておきましょう。印をつけたら間違えて縫わないように×って書いておく。そうしたら上からこの縫い止まりのところまで縫っていきます。反対は面を変えて上から下に。そうしたら間違えて縫わないように先に返し口のあるところから縫っていきましょう。そしたら返し縫いから縫い始めます。目打ちを使いましょう。でこちらも端から1センチになりますので、このマスキングテープの端と布端が合うようにして目線の位置を決めながら縫っていきます。はい、ちょうど線のところに来たところで返し縫いします。そしたら反対側も同じようにして縫います。そしたら返し口から表に返していきます。その際にですね、角のこの3箇所はしっかりと最初に出してから表にしていきます。まず親指を入れましょう。入れたらですね、反対側のこの角のところですね、ここのところをこの縫い線で折ります。折ったらここからこのままこう内側に入れて角を出しておきます。もう一箇所こちらも同じようにして角を出します。この縫い線でしっかり折るっていうのがポイントです。グッとで入れたらよく見えるところでこう目打ちの先を使って角のところをしっかり出しておきます。これを表にする前にやっておきます。そしたら返し口から表に出したところでまだ角がしっかり出てないところは目打ちの先をこのミシン目とミシン目の間に1センチぐらい入れます。1センチとか5ミリとか入れて内側からこうやって押し出すような感じにすると角がさらに綺麗に出てきますので、こんな感じで仕上げてみてください。ポケット口のこの際のところを縫っていきます。そうしたら最初につけたポケットの合い印まだ消えてないでしょうか。ここに上の辺を合わせていきます。このポケットに中央の合い印がないので中央の合い印を入れます。少しだけ優しめに折り目をつけて、これが中央の印になります。この中央の印と最初につけた10ですね、もうちょっと見えなくなっちゃいましたけど、この部分に揃えます。ポケットの縫い方なんですけれども、今回はとってもシンプルでまっすぐに縫うだけにします。アクセントのステッチを入れたいので、このままここからここにまず針を刺して返し縫いしてここの布のところに針を落とします。そしたらそのまままっすぐにして際を縫っていきます。で最後もここで返し縫いをして終わりになります。気をつけてほしいのは同じ幅で最後まで縫うということですね。はい、そうしたら返し縫いから縫うのちょっと難しいですよね。その場合は布を回転させましょう。針刺した状態で自分の方に向かって縫えるように布を回転させます。そして上糸もしっかり引っ張っておきます。この布に落ちるところまで縫いましょう。はい、今針が落ちたところです。そしたらもう一度布を回転させます。そしたらこの糸が余分になってきますので、この糸を根元まで切っておきます。はい、そしたら最初の糸にまた重ねて縫っていきましょう。これちょっとゆっくり進めた方がいいですよ。
目打ちで自分が縫うところを押さえながら縫っていくと目線の代わりになりますので、際を縫うときは目打ちを使うことをおすすめします。はい、じゃあ今針が布に落ちたところでまた同じようにして回転させましょう。ここの今縫ってきた縫い目のところを重ねて最後返し縫いします。それではここから本体を縫っていきます。まずここの上の部分をそれぞれ合わせていきますので、中表に重ねます。そしたらそれぞれを1センチ縫います。はい、縫い終えたところです。そしたらこの後縫い代を開きます。1文字で書けるようなこの字を書くようにして縫っていきます。職業用ミシンの場合はですね、押さえの端を活用するとちょうど 5mm で縫えますので、ここの縫い合わせのところに押さえの端を合わせてみてください。家庭用ミシンの場合は針が動かせる場合は一番右側に合わせて押さえの端を合わせてみてください。そしたら 5mm ほど手前で針を止めて布を回転させます。4目ほど前に進めてまた戻っていくような感じです。はい、そしたらこの後は同じ工程が繰り返されるんですけれども、ここのカーブの部分をそれぞれ縫って仕上げていきます。これをですね、カーブのところを少しちょっと引っ張ってみてください。引っ張ってここをまっすぐにします。あんまりギューって引っ張りすぎると布が切れちゃうので気をつけてください。こうやってカーブになっているところはバイアステープと同じで伸びやすくなってます。なのでここもしっかりとカーブのところですね、引っ張ります。そしたらこんな感じで 5mm で折っていきます。で折ったらコロコロオープナーでもう折り目をつけていきます。これは目分量で大丈夫です。しっかりと折れてればぴったり 5mm じゃなくても大丈夫です。でこうやって折れたところでまたもう一回包んでいきます。なのでできるだけですね、浅い方が包みやすくなってくるかと思います。それからですね、この折った後のポイントなんですけれども、ここの脇の部分だけ反対側と重ねた時に高さが揃うようにしておかないとですね、この底の部分でずれてしまいますので、縫う前にこの折った線ですね、ここの部分が揃ってるかどうかですね、目分量で縫ってますので揃ってるかどうかを確認しながら進めてください。このカーブのところはできるだけ一緒にカーブするっていうよりは自分でまっすぐになるように心がけながら縫っていってください。布をまっすぐにするようなイメージです。ちょっと難しいですけどね。はい、一気に仕上げてきましたけれどもいかがだったでしょうか。ちょっとねヨレヨレはしてますけれども、1枚布で作ると、こんな感じになるかと思います。まず今この状態で表面が見えてる状態で両脇を留めてみてください。はい、そうしたら両端を 5mm で縫います。そうしたら今度は裏にします。で縫い代を片側に倒した状態でこうやってしっかりと開いておきます。そしたら端から 7mm を縫いますので、マスキングテープをもし針基板のところに7って書いてあればですね、職業用ミシンは書いてあるんですけれども7のところに合わせてマスキングテープを貼ります。家庭用ミシンの場合はですね、押さえの端を活用してそのまままっすぐ縫うこともできますので、そのようにしてください。そうしたらこの底のところですね、
この縫い代の端のところから7.5 センチずつに印をつけます。でこの印のところを5ミリほど切り込みを入れます。表にしたら脇を縫った時と同じようにしてそこも袋縫いにしていきます。今つけたこの切り込みの合い印のところをこんな感じでつまみます。反対側も同じようにしてこんな感じでつまんでください。これが側面のマチになります。そしたらこのままピタッとくっつけて脇にあった縫い代が内側に入るようになります。そしたらここの端のところを揃えて待ち針で留めます。同じようにして反対側も合い印のところをこうやってつまんで反対側のページの方もつまみます。そしてパタンと、そしたら端から7ミリを縫います。そしたらここの重なりのところは返し縫いをします。そしたら余分な糸をですね、またほつれが出てきてますので、ここは切ってきれいに整えておきます。そしたら先ほどと同じようにもう一度裏にしましょう。で裏にする時なんですけれども、この縫い代の倒す方向がこの後ろ側ベージュと重なるようにします。あと角のところもですね、最初に表にする前にポケットの時と同じようにこの縫い目のところで1回2つ折りにして、この角のところはきれいに出しておきます。こんな感じです。でそうするとこんな感じで角がきれいに出てきます。まだちょっと足らないなっていうところは目打ちを使ってこの角のところ少しグッとね奥ちょっと深めに目打ちの先を入れて内側から押し出すようにしてみてください。先っぽでこうピッピッてやるとどうしても布目が出てきちゃうので、これはこういう時は少し長めに奥に入れて内側から押し出すというイメージでやってみてください。はい、そしたらここの縫い合わせのところとかもしっかり指の腹を使いながら縫い代のところぐしてぴったり揃えておきます。はい、じゃあこんな感じでしっかり止まったところで端から1センチを縫います。そしたらマスキングテープをまた1センチのところですね、貼り直します。ここは返し縫いしておきましょう。では表に1回していきましょう。どんな風に底がなっているのかですね。この方法はですね、畳待ちといって側面がこう畳まれているような感じになります。あとこうちょっと見るとですね、縫い代のところの飛び出ている糸がありますので、こういうのもちゃんとカットしておきます。はい、そしたら残っているところですね、持ち手になります。持ち手のところは今このような状態になってます。ほつれが気になると思うんですけれども、この後こうやって畳んでですね、ここで縫い留めてしまいますので、もう気にならなくなると思います。この縫い合わせのところから4センチのところに印をつけましょう。これちょうど4センチのところにくぼみがあるんですね。なのでこのくぼみに合わせて印を入れておきます。そしたら今つけた印のところに待ち針をつけ直します。縫い始めのところの待ち針のところにミシンの針を刺します。ちょうどこの縫い目のところに針を刺しましょう。待ち針を抜いたら押さえを下げて3目ほど前に進めます。ここをゆっくりやってくださいね。縫い目ができるだけずれない方が仕上がりが綺麗です。はい、じゃあ3目進んだら3目下がります。はい、そしたら前に進んでいきます。そしたらここのところちょうど重なり部分なんですけれども、ここの部分も返し縫いをしておきましょう。
は縫い止まりのところですね、合い印のところまで縫っていきます。はい、いかがだったでしょうか。縫い目が綺麗にね重なって縫えましたでしょうか。私もなんとか大丈夫でしたね。はい、それではですね、もうこれで完成でいいんですけれども、もう一つだけちょっとワンポイントに加えたいものがありますので、そちらを紹介していきます。穴が貫通するようにちょっと一回こう二つ折りにして整えます。そうしたらですね、こうちょっと斜めに、真ん中っていうよりはですね、こう斜めにこんな感じでアクセントとして使いたいと思います。穴のところに目打ちを垂直に入れます。目打ちを抜いて裏側から表に向かって目打ちを刺します。でスッと抜いた時にまだ穴が開いている状態でカシメのこの長い方を入れます。そしたらこのキャップをします。この周囲のところにカシメが出っ張ってきてないかどうかをちゃんと確認してください。確認して大丈夫だったらそのままプレスをしていきます。はい、そしたら上に上げるともうこれでしっかりとプレスされていることになります。この爪の先が入らないぐらいしっかり収まっていれば OK です。こういうのが1個ついてるだけでちょっとアクセントになっていいですよね。手縫いでちょっとステッチを入れておきたいと思います。内側に玉留めが来るようにしてこの内側から中に入れます。だいたいそうですね、5ミリくらい先のところに針を刺しましょう。今回は2本取りにしてますけれども、3本取りにされてもいいと思います。そしたらここの布に落ちるところに針を刺して、でもう1回2回ぐらい繰り返して縫っておきましょう。縫い終わりもですね、玉が内側に来るようにしてはい、これで完成になります。ちょっと最後ね、ワンポイントにこう赤い色でステッチを入れるだけでだいぶね、雰囲気が変わりますね。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらがですね、1月の講座で作ったアイテムになります。バイカラーで後ろ面はグリーンと、このね、前面とバイカラーで合わせてみました。同じ柄なんですけれども、生地を切り替えることで印象の違うバッグに仕上がってます。そして今回は無地と合わせております。皆様のお手元にある生地でぜひ作ってみてください。ラミネートのトートバッグに関しましては、今後ですね、オンライン講座を予定していますので、そちらの方の公開の予定は申し訳ないんですけれどもございません。なのでまたオンライン講座開講の際はですね、お知らせさせていただきますので、ぜひその際に参加をご検討いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。すごい。あ、いいですか？めっちゃ可愛い。いいよ、いいよ。全部見る。いいですか？すごい。いろんな人のやつの知ってるって私のだからね。ミニ財布。ああ、そうなんだ。使ってる？めっちゃ可愛い。なんか作って飾っときたくなる感じで。あ、これもすごい人気。これは作ってくれる人すごい多い。